インボイス制度についてで、このインボイス制度っていうのは令和5年、つまり2023年の10月1日から始まるんですけれども、何かっていうと、消費税っていうのはまず、売上を立てる人が消費税を10% だったら 10% を付加して売るんですけど、それを仕入れた人がその 10% 分を控除できる制度なんですね。これだから消費税の二重支払いを防ぐためにそういった形になってるんですけれども、課税をですね、透明化する。そしてですね、これまで紙の請求書を保管しなければいけなかったんですけれども、このインボイス制度の導入によってですね、電子請求書の保管だけで OK になるということで、ペーパーレスできる。なんでこのインボイス制度、今ですね、特に野党からですね、叩かれてるかというとですね、免税事業者というですね、年間売上が1000万円に満たない業者というのは、消費税を納めなくていいんですね。つまり、例えば売上1000万円分あって、本当は1100万円分請求をしてるんだけれども、その100万円分の税金を納めなくていいんです。消費税があったとしても、免税事業者は益税としてそこを控除できる。払わなくてもよかったです。簡単に言うとね。これからインボイス制度が始まると、免税事業者から仕入れた場合、控除できなくなる。という制度になるので、一応その免税事業者に配慮して、6年間猶予期間が設けられていてですね、最初の3年間は課税額の 80%、そしてその後の3年間はですね、50% まで控除できるっていうことになってるんですけれども、多くの大企業、それなりの会社っていうのはみんな課税事業者であり、インボイスに登録する事業者になりますので、そうするとですね、免税事業者から仕入れると、その分が控除できなくなっちゃう。6年の猶予の間はですね、徐々にそういうふうな不利益っていうのがどんどん大きくなっていくわけですけれども、そうなっていくと、最終的にその免税事業者、売上1000万円未満でそのインボイスの登録をしなかった業者に関して言うとですね、売上の 10% 分を上乗せしてですね、支払うべき消費税の分まで控除して請求書出せよというようなことを、つまり1000万円分だったら900万円分の請求書しか出せないようにしてくださいとか、実質値引きをされるんじゃないかというようなことがですね、今その免税事業者の中で囁かれていて、しかもそういうその零細とか個人事業主、フリーランスの人たちが実質的な増税じゃないかというふうな形で今騒いでいるというのが現状でございます。僕からしてみれば、そもそも免税事業者でしかないような事業をしてるのは事業じゃないよね。そんなのもうちょっとちゃんと頑張って1000万円以上の売り上げ上げましょうよ。せっかくフリーランス個人事業主やってんだからというふうに思うし、要は逆に言うと甘やかされてきたわけじゃないですか。本来みんな消費税って払わなきゃいけないのに、そこは得してきたわけだから、それも得するのがなくなりますよと。それ税金っていうのは公平に払うものだから、今まで免税事業者であってたぬるま湯に使っていて、それが当たり前だ、それは既得権益化してるっていうだけの話で、それを当然の権利のようにですね、言ってる方が僕はおかしいと思います。で、こうやって世の中の効率化を阻む、これまでもですね、マイナンバー制度とかね、国民総背番号制度じゃないかとか、なんか国民を監視する制度なんじゃないかとか、ぐだぐだ文句を言ってですね、そうやって世の中の効率化であったりとか、税金をね、実質的にね、効率化して、みんなが平等に払うような制度になっているのにですね、それをですね、忌避してきた人たちが今ガーガー騒いでいるのを僕はすごい問題だなと思っているので、僕はインボイス大賛成派でございます。ということでですね、すごい生々しい、えぐい話でございました。ということで、いってらっしゃい。